アイルランド在住2児の母のピギー・ワンダラーです。2025年も皆さんどうぞよろしくお願いします。私たち家族はクリスマスと年末年始をスロバキアで過ごすということで、現在スロバキアに一時帰国しています。新年一発目の動画はですね、スロバキアと日本の違いについて皆さんに紹介したいと思います。住んでいると慣れてきちゃう部分があるんですけど、一旦外に出てまた戻ってくると、スロバキアそうそうこんなんやったなっていうのがあるんですよね。それで今回の帰国で一番最初に感じたのは水がめちゃくちゃ硬いんです。硬水なんですよ。スロバキアって国全体で大体硬水の地域なんですよ。で、中でも私が住んでる地域っていうのは硬水マップっていうのがあるんですけど、私が住んでる地域ってね、中でも硬水なんですよね。日本の水は滑らかで柔らかい。もうなんか肌に当たった瞬間気持ちいいってなるんですよ。スロバキアのお水はすごい硬い上にパウダーが入ってるのかっていうぐらいザラつきがあって肌にまとわりつくというかザラッとしたちょっと嫌な感じがするんですよね。飲む分に関しては特にそんな違和感はないけど、でもやっぱり肌触りとか、あとシャンプーしても肌とか髪の毛がガッサガサギシギシになるんですよね。スロバキアでは年が明ける12月31日から1月1日のこのカウントダウンの時にですね、花火が打ち上がります。で、これは場所指定でどこかで花火が上がるっていうわけじゃなくて、みんな各個人、家庭でですね、花火を買って、それをね、もうバン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 もうやるんですよ。外で。去年、ちょっとルールが変わって使ってはいけない花火とか、そういう禁止事項が出たみたいで、今年は控えめだったんですけど、ちょっとじゃなくて、すごく長いんですよ。1時間、2時間とかね、平気でバン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 やってるの。だから夜中2時とかまでやってたりしますね。これも地域によるんですかね。初めてこの国に来て、それを見た時に私、内戦の国に来てんのかなっていうぐらい、ほんとちょっと恐怖を覚えるぐらい、This is the best view over here. Yes. Down there, Szczęśliwy Nowy Rok! buildings and houses. で、こっちの家族とかスロバキアのお友達に聞かれたのは、日本も花火するんでしょみたいなこと言われたんですよね。いや、年末年始、日本では花火しないよ。じゃあ何するのって言われたんですけど、日本はね、もうこたつに入って、歌番組とか、テレビを見て、お蕎麦食べて年越しする。で、初詣に行くっていうのがね、日本ではそういうね、風習がありますけど、スロバキアとか、結構海外ではね、年越しカウントダウンは花火をするっていうのが多くて、1年でもう一番このカウントダウンで花火を使います。次に驚いたことは、土日祝日お店は閉まる。私のイメージでは土日祝日っていうのは日本では結構外に出る人が多くて、街は賑わってるっていう感じなんですけど、スロバキアはね、もう土日祝日ってもう外に出ると、特に私が住んでる街っていうのは人がね全然いなくなるんですよ。で、みんな何してんのかなって思うぐらいみんな家にいるんですよね。スロバキアは1月1日が建国記念日になってます。1993年に、チェコとスロバキアと分離したんですけど、国が分かれて、スロバキアっていう一つの国になったんですけど、それがね1月1日の建国記念日だから、日本では新年明けましておめでとうで、皆さんお休みしてるんですけど、スロバキアは新年ではあるんだけど建国記念日なので、この日はねもう全く全てクローズです。1月6日は高原祭といって、その日も祝日でみんなお休みになります。スロバキアではですね、12月6日には、子供たちがいる家庭にはミクラーシュがやってきて、お菓子をくれるんですよね。そのあたりにクリスマスのデコレーションをして、で1月6日のその高原祭まで年が明けてもクリスマスのデコレーションをしている家庭が多いです。だからその高原祭が終わってから片付けるっていう家庭が多いですかね。これ私好きなところが、始業時間が早い分就業時間も早い。これ職種によると思うんですけど、基本的に皆さん、7時半とか8時から、日本もか早いんですよ。とにかく早くて終わりもね3時とか3時半4時とかに終わる。こっちに来て驚いたのが、月曜日から土曜日までが働く日、日曜日はもう完全にレストでみんなお休みするんですよね。で、家族でお昼を一緒に食べるっていうのが、スロバキアスタイルなんですけど、土曜日に家をすっごいきれいに片付ける。これうちの家庭
だけかわからないけど、日曜日に掃除とかはしちゃダメなんだって。もうレストデーだから。もうゆっくり休まないといけない。だから、週の半ばとかも、汚れたら掃除はするんだけど、土曜日に一切合切家の汚れとかは、埃とかを全部きれいにして、日曜日はゆっくりする。だから私日曜日に、お父さんになんか掃除機かけようと思って、みたいなことを話したら、やっちゃダメだよ。日曜日はみんなのレストデーなんだから、騒音、5分10分だったらいいけど、長い時間音をね、出しちゃダメだって言われて、それ衝撃だったのを覚えてます。みんな職種に限らずホリデーすごい大事にするんですよ。外国警察に行った時に、ビザのことでね、申請でちょっと書類を急いでたんですよね。でも、担当者が今から2週間ホリデーを取るから、2週間後にまた来てくれって言われたり、だからね、そのホリデー行く間、他の人が誰か補うというか、やってくれるっていうことはなくて、もう担当者がホリデーだから、この2週間は何も仕事できませんっていう。そう。で、産婦人科でもあったのが、私も結構38週とか、結構後期の時にですね、ドクターから隣町の病院に行ってくれって言われたんですよね。検診で。で、なんでですかって言ったら、僕ホリデーに行ってて見れないからって言われて、そうなのかっていう。ちょっと働いてよと思うんだけど、でも、こっちも言ったらホリデーを取りやすいから、日本みたいに、ちょっと有給使わせてもらっていいですかって、なんていうかね、お伺いを立てないといけないことはなくて、ホリデー行くから休みます。みたいな感じで、休みを取りやすいのは取りやすいんですよね。パンが硬い。ミッキーはパンが好きなので、いつもスロバキアではね、こういうね、マリフリエプって言うんですけど、日本語に訳すと小さいパンって言うんですけど、小さいパンがもうこんなでかさなんですよ。で、それをスライスして、冷凍して食べるんですけど、そのパンと、あとスロバキアといえば、ロシチェクっていう、言ったらロールパンがあるんですけどね。1本だいたい11セント。私的にはもううまい棒感覚なんですけど、もうスーパーに行くとね、スロバキア人は、そのロシチェクが売ってる横に薄いビニール袋があるんですけど、それにね、もうほんとスロバキア人みんなっていうぐらい10本、最低10本入れて、10本、20本ぐらい入れて、結んで帰るって言って、スーパーから出てくる人もみんなそのロシチェクを持ってる印象が私あるんですけど、それぐらいスロバキアの人はパンを食べます。で、私は日本のこのふわっふわの食パンとかね、ふわっふわの柔らかいパンが好きなんだけど、一時帰国でそれを食べて、なんて柔らかいんだ。ミッキーこれ食べてって言ったら、それを食べたミッキーが、何このコシのない、やる気のないパンはって言うんですよ。ミッキーはやっぱスロバキア人だから、硬い、この歯ごたえのある、がっちりしたパンが好きなんですけど、ミッキー曰く、もう砂糖使いすぎだと。次にこっちに来て本当驚いたのはお墓がカラフル。表現の仕方がいいのかどうかわからないんですけど、初めてこの国に来た時になんてお墓がロマンティックなんだろうって思ったんですよ。ロマンティック、なんかね、ディズニーランドのエレクトリカルパレードみたいなちょっと華やかな感じなんですよ。っていうのもお墓がね、日本と違って大きいんですよ。それは後から知ったんですけど、スロバキアはね、土葬みたいなんですよね。お墓が大きいんですよね。で、そこにみんなキャンドルとか造花の花をたくさん置くんですよ。11月1日にスビアトクシェトキーフ・スペティフっていう、ちょっと私ちゃんと発音できないんですけど、オールセイントデーって言ってですね、みんな必ずこの日はお墓参りをします。もう特にこの日なんかはニュースとかでもそのお墓の様子が映ったりとかするんですけど、家族でみんなでお墓に行った時になんか参ったよっていう感じでセルフィーを撮ったりですね、なんかうちの家族だけなのかわからないけどちょっと衝撃だった。次に驚いたのはゴミ箱がたくさんある。街中にゴミ箱がたくさんある。そして、24時間365日いつでも何の種類のゴミでも捨てれる。これすごくないですか？これ日本にミッキーさんと住んでた時にいつも言われてたんですけど、日本ってなんでこんなゴミ箱ないんだと言われてたんですよね。で、このゴミはどこに捨てたらいいんだ。これって昔事件があったからテロ対策として、日本にはゴミ箱がないんだよねっていうのを、ミッキーから
聞いて、あ、そうだったんだって知ったんですけど、そう、ゴミ箱が本当にない。で、言ったら日本って例えば燃えるゴミは火曜と金曜だけですよ。で、瓶とか缶は第2週の水曜日に捨ててください。で、リサイクルのゴミは第何週の木曜日に捨ててくださいとか、きちっと決まってるじゃないですか。しかも、このゴミを出せる時間っていうのが、例えば朝の6時から8時までに出してくださいとかね。すっごいルールがあるじゃないですか。ミッキーはそれが日本に住んでた時本当になんでなの？日本はなんでそんなにゴミ捨てれないの？溜まったら汚いんだから家がぐちゃぐちゃになるじゃない。なんでほかせないのって言ってたんですよね。で、スロバキアに来てその意味がやっと分かって、これも私が住んでる地域なのかもしれないんですけど、家の下にちゃんともう大きいゴミ箱があって、一般ゴミ、瓶、紙、ペットボトル、オイル、リサイクル、犬の糞、あとバッテリー関係ですね。バッテリー関係とか、本当にもうちゃんと分かれてあるんですよ。だから日本みたいに何曜日と何曜日出し忘れた、また来週まで持っとかないといけないとか、そういう問題がなくって、朝だそうがお昼だそうが夜だそうが、もういつでも捨てれるんですよ。これは本当に私好きなところで、スロバキアの高速道路は料金所がない。これスロバキアに限らず他の国でもあると思うんですけど、日本って基本高速道路に行くときは入り口と出口のところに料金所があって、そこでお金を払うなり ETC で通り過ぎるなりするじゃないですか。スロバキアはそういうのがなくて、年に50ユーロかな、今ちょっと金額はっきり覚えてないんですけど、ガソリンスタンドで払うんですけど、それを支払って高速利用することが可能です。だから入り口とかがないんですよね。で、スピードがめちゃくちゃ速いんですよ。一般道の基本は50キロなんですよね。スロバキアって結構街があったら、次も本当何もない山道があって、次の街に行くっていう感じなんですけど、この間は90キロなんですよね。で、高速に乗ると130キロなんですよ。めちゃくちゃ速いでしょ？ 130 キロで走ってても、もう140、150で通っていく車っていうのをバンバンいてるので、怖くて私は運転できません、スロバキアでは。有名なのが、ビールがお水よりも安い。ロング缶なんですよ、全部ロング缶、500ミリなんですかね。そうか、瓶なんですけど、それが安いもので60セントとか70セントとか、今もうちょっと値段が上がって1ユーロするのかな、するものもあるんですけど、安いです。ヒーターがあるのにクーラーがない。これはもう衝撃で、スロバキアにはですね、壁の横にラディエーターっていうのがあって、そこに温かいお湯が通って、家の中を温めてくれるっていうこういうシステムになってるんですけど、最新の家とかはね、エアコンとかがついてるんですけど、基本的にはそういうラディエーターがついてるっていうのが基本なんですよ。で、逆にクーラーはないんですよね。じゃあ夏暑くないのかって言ったらそうではなくて、35度とかめちゃくちゃ暑いし、日本と違って湿気がないから、もうすごいドライな暑さなんですよね。みんなクーラーがなかったらどうして過ごすのかっていうと、ブラインドを全部閉めて電気を消して暗くして過ごすっていう過ごし方なんですよね。それでもめちゃくちゃ暑いので、私たちは置き型のクーラーを買いました。新しい最新のところは別として、学校とか病院とか職場とかもですけど、クーラーがないところがほとんどです。接客態度がひどい。はい。これは日本にスロバキアの家族が来た時に、日本の接客素晴らしいなって驚いてたんですけど、日本だと例えばレジとかでもね、最近ではね、椅子にちょっと座ってレジしましょうみたいなシステム導入されてるのかな。だけどもうスロバキアはもうずっと前からレジの人は椅子に座って、で日本みたいに一個一個バーコード読み込むシステムじゃないんですよ。ピッピッじゃなくて流れるようになっててですね、購入者が全部そのレールの上に置いたらビーって動くんですよ。それをもう座って店員さんがシャッ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 って流していく、もう流れ作業。態度がひどいっていうか、それが当たり前なのかもしれないけど、仕事中にイヤホンつけて音楽聴いてる人もいれば、そのロシチェックにつけてパテとか塗って食べながらこうやってダブリゲーンってやったりとか、あと
もうすっごい仲いいお友達とか来たら、ズザナ、アホ、ヤッコ様みたいなもんね、話がね、弾んで、次の人のレジなかなか回ってこない。でも知らない人やったら次、ダブリちゃん、ディマシカルトみたいな。カードあるみたいな。はい、ここで。はい。オッケー。はい。ドビデニャーみたいな。日本ではお客様は神様ですっていう感じの精神じゃないですか。でも、スロバキアはお客様であろうが、店員は店員なので、例えばお客さんがお店で何かクレームがあったって言った時、私びっくりしたのが、一回遭遇したのがですね、男性のお客さんがです、商品に対してね、これ取り替えてくれみたいな、こんなことになってるんだっていうような感じで言ってたんだけど、もう女性の店員、なんか、直接みたいな、何が欲しいのよみたいな。いや、なんかそれ私たちの問題じゃないからってめっちゃ強くて、店員さんが強いの。だから、こう、日本みたいに、もう申し訳ございません、大変申し訳ございません、ちょっと確認してまいりますっていう感じじゃなくて、もう対等。年末になると豚をさばく家庭があります。これは全家庭ではなくて、田舎の方とか家畜されてる人なんですけど、うちはお父さんの親戚が豚を飼っていて、これ本当に大掛かりな作業なので、毎年ではないんだけど、2年とか数年に1回、1年間豚を肥やしてですね、200キロぐらいする豚を親戚みんな集まって朝からさばくっていう作業をします。これ私多分6年前初めてスロバキアに来た時に手伝ってみるかって言われて、ちょっと怖いけど興味もあったので参加させてもらったんですよ。衝撃で、聞くの嫌だなっていう人はちょっとここスキップしてください。豚ってね、目玉以外全部食べれるらしいんですよね。ほんと1日がかりの作業なので、もう朝早朝6時ぐらいに豚をさばくんですけど、プロフェッショナルなんですよね、みんな。本当プロフェッショナルなの。全ての工程を見たら、命のありがたみ、本当に普段普通にスーパーに並んでて、自分たちの口に入るものって当たり前じゃないんだって、食へのこの考え方が変わったというか、すごいそういういいきっかけになったんですけど、全て食べれるんですよ、豚って。ぬいたちはその血を使ってソーセージにするし、油は別で分けてラードとして使えるし、でお肉はスープにできるし、男性陣はもうその豚をさばくっていうのに1日かけてやります。でこれ私手伝わせてもらったんですけど、もうすっごい大変なのね。朝6時から豚をさばいて、できたら順番にキッチンとかに運んでいって、女性陣はそれで料理をするんですよね。ソーセージを作ったりだとか、カプスニッツァっていうスープを作ったりとかで、私その工程をずっと見た時にお昼ご飯食べる気にならなかったんですよ。だって目の前でさばかれた豚を使った料理がどんどんどんって並ぶから。で、いや私ちょっとやめとくって言って、200円っつって、お腹空いてないからって言って断ったんですよね。でもこれでも1個だけ食べれそうな、パンの上にスクランブルエッグが乗ったやつがあったので、これやったらまだ食べれるなと思って食べたんですよ。美味しかったの。食べた後に、それ豚の脳だよって、豚の脳と卵のスクランブルエッグだよって聞いて、もう衝撃だったんですけど、でもそれぐらい本当に命を大切に豚をいただくっていうことをします。以上が私がスロバキアに来て日本との違いに驚いたことです。他にもスロバキアってどんなところがあるのっていう興味がある方、ぜひぜひコメント欄にコメントください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あおーい。